アメリカが朝鮮戦争への本格的な介入を始めた頃、南進作戦を進めていた北朝鮮軍は、アメリカ陸軍の増援が到着する前にハンガンを強行突破しようとしていました。そのため、まだ破壊されていない橋を急いで修復し、戦車が渡れるように整備した上で、ハンガンを渡り始め、さらに南側へと侵入していきます。これを受けて韓国軍は後退しながら反撃のための時間を稼ぐ作戦を実施しました。こうして南下を続ける北朝鮮軍と韓国へ派遣されたアメリカの地上軍が衝突します。当初はアメリカ軍が参戦すればすぐに戦況は逆転すると考えられていましたが、実際には1000検隊ほどの兵力では北朝鮮軍を食い止めることはできませんでした。この状況を受けてアメリカは日本に駐留していた軍勢を次々と朝鮮半島へ投入せざるを得なくなっていきます。そしてこの戦争に対応するために創設されたのが国連軍でした。国連軍の総司令官にはマッカーサーが任命され、彼は国連軍司令部を発足させます。ここでイ・スンマン大統領はマッカーサーに書簡を送り、戦争を勝利に導くためには連携が必要である。そのため臨時措置として韓国軍の指揮権を委ねると伝えました。マッカーサーもこれを承諾し、韓国軍は国連軍の指揮下に入ります。こうして朝鮮戦争はアメリカが主導する国連軍の下で展開していくことになりました。この間にも北朝鮮軍は国連軍が本格的に動き出す前に決着をつけなければならない。これは時間との戦いであると判断し、予備の兵力を前線へ投入して進撃のスピードをさらに高めていました。その結果、国連軍はついに朝鮮半島の南端付近まで追い詰められてしまいます。北朝鮮軍は開戦からわずか3ヶ月で朝鮮半島の約 90% を掌握することになったのです。こうして戦況は北朝鮮軍が釜山を占領するのが早いか、それとも国連軍の増援が到着するのが早いかという、まさに時間との戦いの様相を呈していったのです。そんな時間との戦いが続く中、国連軍は韓国から撤退はしない、韓国に団結力はない、1インチでも奪われれば多くの戦友を失うことになる、我々は最後まで戦うという強い決意のもと、必死に防戦を続けていました。この狭い領域の中には70万から80万と推定されている避難民が押し寄せており、衣食住もままならない非常に厳しい状況でした。北朝鮮軍はこの小さな領域を最後の決戦の場と考えて何度も攻撃を仕掛けていきます。対する国連軍もここが陥落すれば韓国を失うと判断し、釜山に次々と物資を送り込みながらギリギリの状態で持ちこたえていきました。北朝鮮軍は通常であればテグと釜山を分断するために兵力をその間の一点に集中させて突破を狙うのが定石ですが、ここで大きな問題となったのが制空権でした。制空権は依然として国連軍が握っていたため、特定の突破口に兵力を集中させれば国連軍の飛行機による激しい爆撃を受ける可能性があります。そのため北朝鮮軍は攻撃を一点に絞ることはできず、全戦線で攻撃を続ける形になっていきました。しかし南下の過程で補給線が伸びきってしまったため、補給や兵員の補充が追いつかず、北朝鮮軍の戦力は次第に枯渇していきます。地図上では北朝鮮軍が国連軍を追い詰めているように見えましたが、実際にはすでに北朝鮮軍は戦力の限界に達し、維持が困難な状態に追い込まれていたのです。こうした状況の中で続いた時間との戦いは、最終的に国連軍の増援が先に整うという結果になりました。ここでついにマッカーサーが行動を起こします。マッカーサーは地上軍を韓国に投入した時点から北朝鮮軍の背後に新たな部隊を上陸させて北朝鮮軍を挟み撃ちにするという構想を持っていました。しかしこの構想を実現するためには、まず北朝鮮軍の後方に上陸地点を確保しなければなりません。そこでマッカーサーが目をつけたのがインチョンでした。マッカーサーの構想では、まずインチョンに上陸部隊を投入し、そこから東へと進んでソウルを奪還します。その背後には後続部隊が続き、さらに南へ向けて前進して釜山方面で反撃を行う国連軍と連携し、北朝鮮軍の主力を包囲殲滅するとされていました。しかしここで問題となったのがインチョンの地形でした。
インチョンへ上陸するためには狭い航路を通って陸地に近づかなければなりません。しかも海岸の多くは干潟で構成されており、上陸には極めて不利な条件が整っていたのです。最も上陸に適した期間は月にわずか 2,3 日しかない大潮の満潮時だけで、その時間帯も非常に短いものでした。そのためアメリカ軍内部ではこの作戦の実現は難しいだろうという悲観的な意見も多く出ていたのです。ところがマッカーサーは、実行不可能とされる点こそ奇襲効果の大きさを意味すると主張して自らの作戦案を譲りません。結局マッカーサーは周囲の説得に成功し、アメリカ軍を中心とする国連軍は261の船と約7万5千人の兵力を動員し、北朝鮮軍の背後に上陸を始めました。これがインチョン上陸作戦です。国連軍は兵員と戦車を船に乗せ、インチョンへ向けて上陸を開始しました。この頃の北朝鮮軍はほぼ全戦力を釜山攻略に投入していたため、ソウルをはじめとする後方地域には十分な訓練を受けていない部隊が多く配置されていました。そのためインチョン周辺での北朝鮮軍の掃討は比較的スムーズに進んでいきます。しかししばらくすると潮が引き始め、船は陸から離れざるを得ない状況となりました。次の満潮は約10時間後、先に上陸した部隊は一時的に陸で取り残されてしまうような形となります。このため国連軍は空母から飛行機を発艦させ、北朝鮮軍がインチョンに集まってこないように攻撃を実施。航空支援によって上陸部隊が持ちこたえている間に、2回目の満潮に合わせてインチョンの南北から主力部隊の追加上陸が実施されます。次々と上陸してくる国連軍の前に後方警備を担っていた北朝鮮軍は十分に対処することができず、国連軍は確実に足場を築き上げていきました。こうして上陸を終えた国連軍は東へ向けて進撃を開始。当然北朝鮮軍もこれを阻止するため、南と北から国連軍を挟み撃ちにしようとしました。ソウルに近づけば近づくほど北朝鮮軍の抵抗は強まりましたが、国連軍は進撃を続け、ついにソウルを奪還します。インチョンでの上陸作戦が進む中、それに呼応する形で釜山周辺でも国連軍は攻勢へと転換していきました。当初前線にいた北朝鮮軍には国連軍がインチョンに上陸したという情報が十分に伝わっていなかったため、彼らは従来通り陣地の死守を続けていましたが、背後の補給路を断たれたことで北朝鮮軍は次第に焦りを強めていきます。キム・イルソンは段階的な撤退命令を下しましたが、撤退により戦力が抜けた結果、前線の維持は困難となります。こうして北朝鮮軍が崩壊を始めると、国連軍はすかさず追撃を開始。この追撃に北朝鮮軍はこらえきれず、やがて前線は総崩れとなっていきました。こうしてキム・イルソンは全軍の撤退を命じ、戦局は一気に国連軍優勢へと転じていきます。しかし国連軍が北朝鮮軍を38度線まで押し戻すと、新たな問題が浮上してきました。もともと国連では北朝鮮軍を38度線以北へ撃退する、そのために国連軍を派遣するという決議が採択されていました。そして実際に国連軍はこの目標を達成したのですが、その先をどうするかという点については明確な方針が定められていなかったのです。ここから先は大きく2つの選択肢がありました。1つ目は38度線を越えて朝鮮の統一を目指すという方針。2つ目は38度線で軍を停止させ政治的解決を目指すという方針です。アメリカ国内でもどちらを選ぶべきかで意見が対立しており、前者を支持する立場の主張は、国連軍は攻勢に転じている。ここで前進を止めるのは難しい。もし止まれば38度線が恒久的な国境になる恐れがある。そして北朝鮮軍はまた攻めてくるだろう。というもので、後者を支持する立場の主張は、38度線を越えればソ連と中国が介入する可能性がある。そうなれば第三次世界大戦に発展しかねないというものでした。このような意見対立の中で大きな影響力を持っていたのがマッカーサーであり、彼は北朝鮮軍の撃滅が最優先である。そのためには38度線突破もやむを得ない。ソ連や中国が介入する可能性は低いと考えていました。
こうした意見が強まった結果、アメリカは北進を支持する立場を固めていきます。ただし、この頃にはソ連が国連安全保障理事会に復帰しており、北朝鮮に対する新たな決議はソ連の拒否権によって阻まれる可能性が高くなっていました。そのためアメリカは安全保障理事会ではなく国連総会で朝鮮問題を提起する方針を取ります。ここでも議論は難航しましたが、最終的に朝鮮の統一、独立、民主的政府の樹立を支持するという決議が採択されます。これを受けてマッカーサーはキム・イルソンに降伏を勧告しましたが、それに対する返答はありませんでした。こうして国連軍は38度線を越えて北朝鮮領内への進撃を開始したのです。